国立国語研究所の前川喜久夫です。今日は音声についての話をいたします。音声学とはどのような研究領域でしょうか。またそもそも音声とはどのようなものなのでしょうか。音声とは人間が話し言葉において言語情報を伝達するために人体を使って生成する音のことを言います。別名言語音とも言います。音声は舌、口頭、唇などいわゆる音声器官の複雑な協調運動によって生成されます。また日本語と英語、中国語のように言語が異なるとそこで用いられる言語音のレパートリーも変わってきます。人類の諸言語で用いられる多種多様な言語音を体系的に分類するための知識体系は一般音声学と呼ばれます。一般音声学では言語音がどのように生成されるかという観点から言語音を分類します。したがって超音音声学とも呼ばれます。さて、それでは実際に音声がどのように生成されるのかを理解してもらうために一つの動画を見てもらうことにしたいと思います。これは医療用の MRI 装置を利用して20代の男性がイソップ寓話の北風と太陽を朗読した時の音声器官の運動を記録した動画です。音声に重なって騒音が聞こえますが、これは MRI 装置が稼働する際に発する騒音です。それではご覧ください。ある時、北風と太陽が力比べをしました。旅人のマントを脱がせた方が勝ちということに決めて、まず北風から始めました。旅人は北風が吹けば吹くほどマントをしっかりと体にくっつけました。今度は太陽の番になりました。太陽は雲の間から暖かな光を送りました。旅人はだんだん良い心持ちになって、しまいにはマントを脱ぎました。そこで北風の負けになりました。この動画を見ると舌や唇だけでなくさまざまな音声器官が複雑に協調し合って音声を生成していることがわかります。このような現象を正しく理解するためにはまず音声器官についての知識を持つことが必要になります。音声器官とは人類が言語音の生成のために利用する人体の諸器官のことを言います。具体的には肺、気管、口頭、声帯、舌、歯、唇、口外、咽頭、口腔、鼻腔などの器官です。これらの器官は進化の上では本来音声のために進化したものではありません。もともと呼吸や食物の摂取のために用いられている器官を言語のために利用しているものです。今ご覧いただいている図は音声学の教科書に掲載されている音声器官についての説明図です。非常にたくさんの情報が記載されていますが、今日は時間がないので最も重要な概念である声動について説明をします。多くの言語音は肺から流れ出る呼気流によって生成されます。今図の上に示された緑色の矢印が呼気流の流れを示しています。この呼気流の通路を声道、声の道と言います。声道の輪郭を抽出するとこのようになります。またこれをさらに単純化するとこの図のようになります。今ご覧のように声道は入り口が一つで出口が二つの管となっています。入り口のところの管には咽頭、唇の側の出口には口腔、鼻の側の出口には鼻腔という名前がついています。また鼻腔と口腔を隔てる部分には口外という名前がついています。口外の先端部分は軟口外と呼ばれます。この部分です。軟口外は筋肉からできており上下に移動することができます。軟口外が持ち上がると軟口外の先端は鼻腔を遮断します。その場合声道は咽頭と口腔だけから形成される単純な管になります。また口腔の仮面を形成する舌や口腔の出口を形成する唇はさまざまに変形することができます。その結果口腔の形は非常に大きく姿を変えることができます。一方
微空は形を変えることができません。私たちは空空の形をさまざまに変化させること、また微空を接続したり遮断することによってさまざまな音声を生成しているのです。最後にもう一つ重要な音声器官として口頭があります。口頭は咽頭の入り口にあたる部分に位置する軟骨で形成された器官です。口頭の内部には左右一対のひだがあります。これが声帯です。声帯は肺からの呼気流によって振動することができます。私たちが声と呼んでいるものはこの声帯の振動によって生み出される音のことです。声は音声の生成において非常に大切な役割を果たしています。この図は音声、言語音全体が大まかにどのように分類されるかを示したものです。まず最初に言語音は分節音と超分節音に分かれます。分節音は子音や母音のように音の音色で区別される言語音です。我々が使っているアルファベットが表しているのは主にこの分節音の特徴です。一方、超分節音は音色ではなく音の長さや強さのような特徴によって区別される言語音です。この図では子音が肺臓気流子音と非肺臓気流子音に分かれています。肺臓気流子音は大部分の子音で肺から流れ出る呼気流によって作り出される子音です。しかし世の中には肺からの気流を使わないで生成される子音、すなわち非肺臓気流子音もあります。今日は時間の制約があるので、肺臓気流子音の分節音だけを取り上げます。最初に母音と子音の区別について説明をすることにしましょう。まず母音ですが、母音は音響的には口頭にある声帯の振動によって生じた音、すなわち声が声道の共鳴を被って生じる音で、周期性の共鳴音です。母音を作り出すとき、声道中には呼気流に乱れを生じさせるような強い狭めは存在しません。一方、子音を作り出すときの声道の中には強い狭めが存在し、それによって声道を通過する気流に乱流、流れの乱れが生じます。子音には乱流だけからなるものと、乱流と声の両方からなるものがあります。前者を無声子音、後者を有声子音と呼びます。ではここからしばらく子音をどのように分類するかという話題について説明します。現在世界的に最も広く用いられている音声の分類体系である国際音声記号インターナショナルフォネティックアルファベット IPA では、子音を分類するのに4つの基準を用います。1番目は声の有無です。声帯が振動しているかしていないかという観点からの分類です。2番目は超音様式と呼ばれる観点です。これは声道の中の狭めがどのような性質の狭めであるかという観点からの分類です。3番目の基準は超音位置と呼ばれます。これは声道のどこに狭めが形成されているかという観点からの分類です。最後に気流生成機構という基準があります。これはどのようにして声道中に空気の流れを作り出すかという観点からの分類です。今日は時間の制約がありますので、このうち最初の3つについてだけ説明をします。最初に声、すなわち声帯の振動について説明しましょう。今ご覧いただいているスライドはファイパースコープを用いて声帯の振動を実際に撮影したものです。図の左半分に示されているように鼻から細いファイバースコープを挿入し、口頭の真上から左右の声帯の振動を撮影したものです。撮影速度は毎秒2000コマ以上であり、それを通常の速度で再生していますので、いわゆるスローモーションの画像になっています。それではスローモーションの動画をご覧ください。左右一対のひだからなる声帯は今ご覧のように規則的な振動を繰り返しています。開いたり閉じたりを繰り返しており、開いた時には空気の流れがそこを通過しています。
このような振動が1秒間に何回生じるかを音声の基本周波数と言います。基本周波数の単位はヘルツです。声帯の振動のあり方は一通りではありません。我々はさまざまな声を出すことができます。ここに示した3種類のサンプルのうち、左は先ほどお見せした普通の発声ですが、真ん中は息漏れ声と呼ばれる声、そして右はきしみ声と呼ばれる発声です。それぞれ動画をこれからご覧ください。息漏れ声の発声では、今ご覧のように声帯は完全に閉じることがありません。画面の上側、これは背中の側にあたりますが、そこに常に空間が残されており、声帯が完全に閉じることがありません。この隙間からは常に息が漏れており、文字通り息漏れ声と言われる音になります。普通の発声がであるのに対し、息漏れ声での発声はのような音になります。続いてきしみ声の動画を再生します。きしみ声の声帯振動の特徴は、今ご覧のように声帯が締まっている区間が非常に長いことです。また声帯振動が必ずしも周期的ではなく、不規則性が観察されることがあります。普通の発声がであるのに対して、きしみ声はのようになります。このような声帯の振動のあり方の違いは発声様式の違いと呼ばれています。ここでちょっと横道にそれることにします。発声様式の違いは日本語では言語音ではありません。つまり単語の意味を変える力は持っていません。しかしパラ言語情報といわれる種類の情報、すなわち話し手の意図や態度などの情報を伝達するためには一定の役割を果たしています。今駅、ステーションの意味の駅ですが、駅を中立、落胆、疑いという3種類のパラ言語情報で発音を仕分けた音を聞いてみてください。まず中立です。駅、駅、次に落胆、駅、駅、最後に疑いです。駅、駅。これらの音声では異なる発声様式が用いられていることを聞き取れたのではないでしょうか。実を言うと、先ほど見ていただいた3種類の発声様式の声帯振動は、これらの単語の冒頭部分を記録したものなのです。続いて超音様式の説明に移ります。超音様式は先ほど説明しましたように、声道の中の狭めがどのような性質を持つかという観点からの分類でした。この図が示しているように、超音様式はまず最初に口腔内で気流の通路が完全に閉鎖されてしまうタイプの音と、口腔内の気流に狭い通路が残されているタイプに分類されます。そしてそれぞれがさらに細かく分類されていきます。今日は時間の制約で、そのうち、前者に属する閉鎖音、鼻音、そして弾き音、そして後者に属する摩擦音について取り上げます。最初に閉鎖音と鼻音について説明します。これらの超音様式では、口腔の中で気流の流れが完全に閉鎖されます。例として日本語のたとなの超音を MRI の動画でご覧ください。標準語話者の男女各2名ずつが発音したたとなの動画を再生します。た、な、た、な、た、な、日本語のた、なの場合、声道の閉鎖は舌先と歯形が接触することによって形作られます。そしてたの場合、軟口蓋が持ち上げられており、鼻腔への通路は遮断されています。一方、なの場合、軟口蓋は下がっており、鼻腔への通路が開いています。このように鼻腔への通路が遮断されている場合を閉鎖音、それが開いている場合を鼻音と言います。
今画面の右側に表示したのは両者の超音様式の違いを典型的に示すスナップショットです。赤い線で示したように軟口蓋の位置が両者では違っていることがわかると思います。次に弾き音について説明します。日本語ではラ行の子音が弾き音だと言われています。弾き音は声道の閉鎖時間が極めて短い閉鎖音だと説明されることがあります。それでは動画をご覧ください。この動画では日本語のたとらを比較しています。先ほどと同じく男女2名ずつの標準語話者による動画です。た、ら、た、ら、た、ら、この動画を見ると確かに弾き音の場合の閉鎖の持続時間は極めて短いことがわかります。しかしそれと同時に閉鎖音と弾き音では閉鎖の作り方がやや違っていることもわかります。閉鎖音では下の前面と子径が接触して閉鎖を作っているのに対し、弾き音では下の先端部分と子径が接触することによって短い閉鎖が形成されています。このような細かな違いも超音音声学の研究対象です。最後に摩擦音を取り上げます。摩擦音は声道の中に細い気流の通路が残されているタイプの狭めです。日本語では作業の子音などが摩擦音だと言われています。それではまた動画をご覧ください。この動画では日本語のさとたを比較しています。さ、た、さ、た、さ、た、スナップショットをよく見ると閉鎖音である T 右側の方では下と口蓋子径が完全に接触しているのに対し、摩擦音である左側では舌先と歯茎の間に細い通路が残されていることを見て取ることができます。最後に超音位置について説明しましょう。音声学では閉鎖の形成に関わる音声器官の組み合わせによって超音位置を詳細に分類します。今ご覧いただいているのは国際音声記号 IPA が規定している十数種類の超音位置の表です。この表の一番上にある両心音は上下の唇が合わさることもしくは接見することによって狭めが形成されるタイプの超音位置です。表の4番目子径音は下端と呼ばれる下の前面が子径歯茎に接近もしくは接触することによって狭めが形成されるタイプの超音位置です。表の7番目軟口蓋音は下の奥の部分副舌面と軟口蓋が接近もしくは接触することによって狭めが形成されます。それでは超音位置の違いを理解するために日本語のパ、タ、カの超音運動を観察してみましょう。先ほどと同じく男女2名ずつによるデータです。パ、タ、カ、パ、タ、カ、パ、タ、カ、スナップショットが示しているようにパでは両心、タでは子径、そしてカでは軟口蓋で閉鎖が形成されていることがよくわかります。次に後部子径音と反り舌音の例を示します。これは男性話者1名によるサンプルです。最初に後部子径摩擦音を再生します。シャ、あしゃ、続いて無声反り舌閉鎖音です。パ、あパ、後部子径音では下端が子径よりもやや後ろの位置で口蓋と接触しています。反り舌音では舌先が反り返るように持ち上げられ、後部子径音よりもさらに後ろの位置で口蓋と接触しています。後部子径音は日本語のシャやジャによく似た音ですが、反り舌音は日本語では用いられません。
日本語の子音では用いられない長音位置をさらに2つ紹介します。片口外音と咽頭音です。まず片口外の閉鎖音です。キャ、あキャ、続いて咽頭の摩擦音です。片口外の閉鎖音では下の中央部分、中舌面と言われる部分が持ち上がり、口外の一番高い部分と接触します。咽頭摩擦音では下の付け根の部分、舌根と言われる部分が後退し、咽頭壁に接近しています。IPA はこのような方法で人類が諸言語で用いているさまざまな子音を網羅した子音チャートを構成しています。今お示ししているのは肺臓気流機構の子音のチャートです。この他に非肺臓気流機構の子音のチャートもあります。以上で子音についての説明は終わりです。次に母音について説明しましょう。IPA における母音の分類基準は以下の3つです。すなわち1、延伸性。これは唇に丸めないし突き出しがあるかないかという基準です。2番目は舌輪郭の最高点の前後位置です。3番目は舌輪郭の最高点の上下位置もしくは高低の位置です。IPA ではこれらの特徴の組み合わせで基本母音を定義し、諸言語の母音は基本母音との類似性で記述します。このスライドは舌輪郭の最高点とは何かを説明したものです。今映っているのはドイツ語の7種類の母音を MRI で撮像し、その下の輪郭を抽出して重ね合わせたものです。それぞれの輪郭の一番高い点にマークが振ってあります。このマークを見るとそれぞれの母音ごとにマークの位置は少しずつ異なっていることがわかります。基本母音の図を示します。最高点の前後位置は前舌母音か後ろ舌母音かに分類されています。また上下位置は狭母音、半狭母音、半広母音、広母音に分類されています。基本母音には1番から8番までの番号が振ってありますが、白丸の数字、すなわち1から5までは非延伸母音、そして黒丸の6から7は延伸母音です。基本母音には今お見せしている第一次基本母音と第二次基本母音があります。両者の違いは唇の状態の反転にあります。すなわち第一次基本母音と第二次基本母音とでは唇の状態が逆転します。第一次基本母音で延伸母音であったものは第二次基本母音では非延伸となり、逆に第一次で非延伸であったものは第二次で延伸となります。基本母音は第一次第二次とも特定の言語に存在する母音ではなく、人工的に規定された母音です。これから音声学者が発音してみせた第一次基本母音の超音を MRI の動画でご覧に入れます。これはアメリカの南カリフォルニア大学の研究グループが撮像してインターネットに公開している画像です。この動画では MRI 装置の雑音をデジタル処理で除去しているため、やや歪んだ音声になっています。最初に前舌の狭母音を再生します。次に前舌の半狭母音です。前舌の半広母音です。前舌の広母音です。後ろ舌の広母音です。後ろ舌の半広母音です。後ろ舌の半狭母音です。
最後に後ろ舌のセマ母音です。このグラフは別の音声学者が発音した第一次基本母音の舌の輪郭からその最高点を抽出したものです。ご覧のように最高点のデータは基本母音が想定している関係を大体満たしています。しかし細かく見ると完全にではありません。例えば後ろ舌母音の最高点の高さは前舌母音に比べて一般にかなり低くなっています。実は音響学の観点からすると舌の最高点を決めるだけでは母音の音色を決定することはできないことが分かっています。母音の音色を正確に計算するためには声道の全体の3次元形状を決める必要があります。基本母音はその意味では不十分な情報しか提供していません。しかし未知言語の記述や外国語音声の教育のためには経験的に非常に有益であることが分かっているので今でも広く使われています。最後に日本語の語母音と基本母音との関係を検討してみましょう。この図は標準語話者2名が発音した日本語の語母音のデータに舌の最高点のマークを加えたものです。このようなデータを7名分集めてプロットしたものが今ご覧になっているデータです。人間の声道は個人ごとに大きくサイズが異なりますのでそれを調整した結果を示しています。このグラフを見ると日本語では「あ」の分布が非常に広い範囲に広がっていることがわかります。また「う」と「え」の分布が近いことも日本語の特徴かもしれません。先のグラフを簡略化して第一次基本母音のチャートに重ねるとこのような感じになります。ここからわかるように日本語の語母音の中には第一次基本母音と完全に対応するような母音はありません。以上で母音についての説明も終わりです。さて、この講義のまとめをしましょう。この講義では音声、言語音の分類方法について説明しました。このような知識体系は超音音声学と呼ばれています。超音音声学は未知の言語の研究や方言の研究には必須の知識です。また、音声言語としての外国語教育にとっても必須の知識です。しかし、日本語や英語のように比較的よく研究されている言語についてもまだ未解明の問題がたくさん残されています。そして現在も研究が盛んに続けられています。最後にこのスライドはこの講義で利用した資料の出典を示したものです。それではこれで私の講義を終わりにします。